せーの、シェナ皆さんこんにちは。二人パパのみっつんとリカです。今日はちょっと特別な知らせがあるんだよね。はい、サムネにも書いていてちょっとびっくりされた方もいるとは思うんですけれども、僕らちょっと昨日日本から帰ってきたばっかりで、日本の旅行編もこれからちょっとこう順々に、お出ししていこうかなと思っているので、皆さん楽しみにしていただきたいんですけれども、その前にね、お知らせしないといけないことがあります。実はですね、今度ベトナムに行くことになりました。ということで、なんでベトナムに行くかっていうとですね、実はここ数年、みつパパはまた舞台のお仕事に戻っているんですけれども、また舞台に出演するということが決まりまして、いつも出演させてもらってるうずめ劇場さんでまたお声をかけていただいたんですけれども、なんかそのうずめ劇場さんがですね、ベトナムで行われる3年に1回行われる実験演劇祭っていうのにそこに招聘されたということで、もうその演目がね、決まっていて、アリストファーネスギリシャ喜劇ですねの平和というタイトルのお芝居になります。そちらのね情報に関してどんなお芝居かとかっていうのは、あとチケット情報だったりするのも後でお話しするんですけれども、どう思った？ベトナムに行くって聞いて。いや、もちろんとってもいいオプチュニティだと思います。海外で演劇をするチャンスがとても嬉しいです。でももちろん長い時間に一緒にいないと、それはちょっと寂しくなる。ちょっと大変になるかもしれないけど、すごい応援します。よかった。なんか文句言われたらどうしようと思ってたけど。どんな話ですか？そうね。もうちょっとそれ説明して。そうね。はい。なんかこの作品はなんかギリシャ喜劇で2500年前とかにもう書かれた芝居なんですけど、もうタイトルその通りで、平和っていうものなんですが、ペレポネソス戦争っていう30年ぐらい続いた長い戦争がやっぱりアテナイとか、ポリス、いろんな都市国家ですね同士の、戦争がいっぱいあって、もう全然終わらなかったと。ということで、この物語のあらすじはこちら。空飛ぶクソから始まる世界の平和。空を飛ぶ巨大な糞転がしにまたがる男、彼の名はトリガイオス。戦争の世を終わらせるため天上の神々の住まいへと向かうのだが、神々はみんな人間が嫌でどこかへ逃げた。留守番のヘルメス神から残酷な真実を告げられる。平和の女神は井戸の奥底に閉じ込められ、戦争の神がギリシャ中を料理しようと息巻いている。トリガイオスは井戸から平和の女神を引き上げようとするのだが、これは2500年前のギリシャ喜劇、はたまた2025年現在かもしれません。戦争はとてもシリアスな話ですね。これはトラジディですか？いや、いい質問ありがとう。悲劇じゃなくて、でも実は喜劇で、重たい話っていうか真面目な話ではあるんですけど、ギリシャ劇、古典のギリシャっていうと大体悲劇の方が多いんだけど、結構珍しく喜劇で、今回は重たい話を楽しく見れるようにっていう風に書かれてる芝居で、結構政治風刺だったりもしたんですけど、普通だったらね、ペガサスに乗ってファーって言って、神様お願いしますっていうところなんだけど、じゃなくて、なぜか糞転がしを見つけて、糞転がしに自分が食べて出したものを食べさせながら空に向かっていくっていうところから始まる、すごい突拍子もないお話なんですね。下品な話ではなくて、別にお笑いにできるお話なんですけれども、そこで上の神様に会いに行って、それからどうなるかっていうところを描いたお話になります。やっぱりでもこの2500年前に書かれたお芝居なんですけれども、やっぱり2500年経った今でも戦争っていうのはまだ未だに続いていて、なかなかどうしたらいいかわからないっていう時代だと思います。やっぱ SNS とかでもね、そういうことを発信する方も多いですし、いち早く戦争が終わってほしいと思うんですけど、僕はずっと演劇をやってきた人間なので、その演劇という形でね、そのメッセージを出せたらいいなと思いますし、そのテーマでやっぱベトナムというね、歴史的に大変な時代を経た場所でそれができるっていうことも一つの意味があると思うし、もちろん日本もね、戦後今年80年になると思うので、演出のペーター・ゲスナーはベルリンの壁がある時に東ドイツにいたような人間なので、やっぱりその分断ではなく、じゃあどうしたらみんなで力を合わせて世界を良くしていけるかみたいな話をちょっと体感してもらえたら嬉しいなと思っています。2500年前でも、この運行の
面白い話もあったね。そうなんか特に現在はおしりたんていとうんこドリルとか確かにそうだね。確かにうちの息子くんもうんこドリルやってるけど、ちょっとしたらね下品になってしまいがちなんだけど、やっぱりユーモアを持って、そういうちょっとこう下の話でね行くと楽しく見れるっていうことがあると思います。かといってこう本当に下品な話じゃないので、そういうところは心配せずに見に来ていただきたいなと思っています。すごいいいコメントありがとう。じゃあみつんはどんな役？主人公はその農夫なんですけど、その農夫がこう天上界に行って神様に会いに行った時に、門番みたいな役割の人がいるんですけど、神様がいるんですけど、その神様ヘルメスの役を今やる予定になっています。もしかしたらね変更になるかもしれないって言われてんだけど、一応今の段階ではそれをやったりとか、あと今回こうベトナムに行くので結構役者が少ない目に集められてるんですよ。そのヘルメスの役じゃない時は違う役をこういろいろやったり、こうみんなでこういろんな役をこう取っ替え引っ換えしながらやるっていう、結構僕そういう芝居好きなので、星の王子様もそうだったんだけど昔、ヘルメスかなんか着た方がいいかな。おしゃれですね。もしヘルメスがねこうスポンサーとかしてくれるといいんですけど、ベトナム行くのにちょっとお金かかっちゃうので。じゃあヘルメス、それ古代ギリシャの神様でしたね。彼ちょっと特別な靴があったんじゃない？ああそうね。よく覚えてないけど、彼、神様のメッセンジャーとか。そう。なかなかねちょっとこうチケットを売らないといけないものですから、ちょっとここからはですねちょっとチケット情報をお伝えしたいと思います。本当にいつも毎回本当にたくさんの方にこう今まで2回やってるんですけど、 YouTube 始めてからはたくさんの方にこうチケット買っていただいて、劇場に足を運んでいただいています。うずめ劇場第42回公演平和、東京公演は JR 総武線両国駅西口下車徒歩3分、シアター界にて10月17日から19日までの全6回、特別先行割引チケットは7月5日土曜日から4300円で発売開始。一般前売り券並びに学生券の発売は8月2日開始で5000円となります。またお申し込みの際取り扱いを選ぶ項目がございます。そこで3つと選んでいただくとチケット代の一部が今回の渡航費の応援となりますので、ぜひともご協力お願い申し上げます。お安くお求めいただける特別先行割引チケットは8月1日までとなっております。ぜひお早めにご予約ください。以上がチケット情報になるんですけれども、僕が不在になる3ヶ月ですけれど、一応 YouTube の方も更新はずっと続けていきたいなと思ってまして、取りためてちょっとこう向こうで編集したりってこともあると思いますし、またあと2人での生活をねちょっと理科に撮ってもらって、でそれをデータを送ってもらって編集を僕がするっていうような感じにしようかなと思ってますので、こんな2人のねリカパパと息子くんの2人の生活でこんな生活見たいっていうのがありましたら、ご要望がありましたらぜひコメント欄などで、書いていただければ嬉しいなと思います。僕が動画を撮るときはなんかどんなテーマとかを一緒に考えてみましょうか。はい、そうですね。はい。今回ねまたそのお芝居っていうかお仕事ではあるんですけれども、3ヶ月留守にすることになったのでどうかなと思ったんですけど、大丈夫そう？僕の息子くんは多分大丈夫です。なんかちょっと一番心配のは多分僕よく出張あります、でもその時近くにおばあさんとおじいさんが住んでるんだから大丈夫かな。本当に頼れる人を頼って、そこまで正直こうお金になる仕事ではないんですけど、この40半ばにしていろいろなお仕事、YouTube も含めてやってきて、やっぱりこう本当に自分がやりたいこと、自分が情熱を本当に注げることをやれるっていうのはすごい幸せだなって思うし、本当にずっと YouTube をやってきた発信活動もこう演劇が根底にあっている、重ねて同じことになっちゃうけど、やっぱ情熱を向けられることをしっかりとこう楽しんでやる姿っていうのを、息子くんにもちょっと遠くからではあるんですけど見てほしいなっていう気持ちもあるので、やっぱ今回もね特にこう意義があるこう演劇のテーマでもあったのでオファーを引き受けたんですけど、さあそれでは本当にこう劇場でですね、皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。本当に応援のほどよろしくお願いいたします。それからまた次回からですねまた日本編が始まりますので、ぜひそちらの方も楽しみにお待ちいただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ヘイドー。
カリパパ。